雑談です。真犯人です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかをお話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、昨日は特に何をするで、今日明日の朝やんの準備をしておりまして、もういろいろオープニングやら予告編やら、やっておりますが、まだこれからもうちょっとね、台本がまだ明日の昼にまで直すっていういろいろ揃ってないものがあるので、来た球が打ち返せるような下準備をしていかなくちゃなといったところですが、今日はちょっとあれですわ、ラジオのアプリでね今生配信をしてますが、それはそれで、やりながらこれねハラセンラジオを撮っていきたいと思いますので、ここ最近というかね、字幕の入れ方をちょっと変えておりまして、プレミアでもうそのまま字幕が打てることに気がついてというか、できるようにはなってたんですけど、それ使ってなくて別のアプリでやってて、でプレミアで一回やったら、全然できないことはないんですけど、別ソフトでやった字幕を読み込んで、それをそっちの方が編集が楽で早いんで、その字幕を読み込んで、そうするとタイムコードついてるんでずらせないかなと思ってたら、それ読み込んでプレミアの方でそれ読み込んで、編集するとまた字幕を書き直しなせることに気がついたんで、これはとか言ってるとこもあんまりにも気に入らなかったらこれカットできるなと思って、これはすごく便利だなと思って、今後そのやり方でね、別ソフトで字幕作ってプレミアで読み込んで、なんでそんな誰も見てねえのにそこまでしてん、そこをこだわっちゃうからしょうがないよね。そうしたいんだから、だって俺がしょうがない。でSpotify では普通になんていうんですか、言葉だけのやつをね配信してるんですが、それがねスペインだかイタリアだかでね、なぜか聞かれているんですよねそれ不思議で、全然その字幕とか関係ないのにそれちょっと嬉しいんで、Spotify の方も続けていこうかなと思ってやっておりますが、早速いきますか。見ましたですわ、真犯人フラグの、5話目。これね、いろいろ毎回動きがあって楽しいんですけども、今回はなんつっても最後のシーンはとりあえずやっぱりホラーと、これね、サイコサスペンスというか、なんだろうな、サイコサスペンスというか、もうホラーというか、お笑いのロジックとホラーのロジックって一緒じゃないですか。基本裏切りですから、こう来るって思ったところを裏切るのがホラーとお笑いのロジックってよく似てるんであれですけども、最後はとりあえず見てください。本当に面白かったんで。内容に関しては方々で語られてるし、語りがいのある内容なんで、僕は特にねこう真面目な考察はしません。おはようたかしです、すいませんさん、ありがとうございます。ラジオアプリの方でね聞いてくれておりますが、まずね、サッカーボールを蹴り入れてきたのは誰なのかっていうねところが問題になっておりますが、これはね真犯人フラグの真面目な考察としては、これ相良さんにちょっかい出してるのは一人じゃないと思ってるんですよ。だから誘拐したのももしかしたら複数での犯行なのかなとは思ってるんで、ちょっかい出してる、それに加えてちょっかいを出してる人もいるから
こうややこしくなってるんだと、ややこしくというかね、分かんなくなっちゃっているんだと思うんですけども、このサッカーボールをね掘り上げてきたのは犯人なのかどうなのかっていう、一番怪しまれていいのはサッカークラブのコーチなんですけども、あれだけねうろたえてて、聞きに行った時にうろたえてて、でサッカーボール持ってきてたかとかね、家族3人で来てたかって確認しに行った時にすごい焦っちゃってあたふたして、で一人で来てたボールは持ってきてたっていうだけを確認したら、相良凌介さんがねバーって去っていったんで、その後すぐ電話をかけてたでしょ、誰かに。でその電話をかけてた相手は誰なのかっていうことで、これはおそらく菱田さんとサッカーコーチはグルというか何かしら結託しているんではないのかなと思いますけどね。で犯人なのかどうかっていうのは、それはちょっとあまりにも怪しすぎて違うんじゃないかなと思って、これちょっかい組だと思うんですよね。で犯人はやっぱり別なのかなとは思うんですけどね。でここで一つね、じゃあサッカーコーチと菱田さんとのつながりってなんだろうなって思った時に、これはねサッカーコーチ語られて番組というかドラマの中でも語られておりませんが、こう椎茸について何も語られていないんですよ、サッカーコーチね。で僕は押し入れなんか椎茸が育てられてると思ってるんで、このサッカーコーチも今後何かしら椎茸関連で、話題が出てきたら、これは完全に椎茸つながりですよね。で、サッカーボール入れてきたのはサッカーのコーチでいいのかなとは思っておりますけど、他に考えられるとしたら、ボールがね、なぜじゃあサッカーコーチ以外だったらどうなんだっていうところがあるんで、サッカーコーチだろうなとは思っておりまして、でそれからあれですね、後半の方になってアフロディーテの下僕っていうプロビンに情報提供してきてた人のアカウントですねは誰なのか。これはね、何か相良さんに対して恨みがあるっぽい妬んだ人なのかなみたいな話になっておりましたが、これはね、おそらく亀田運輸の望月、若い子ね、望月じゃないのかなって思うんですけど、そう思わしといてね、望月っぽく思わしといて、これは意外にね、日野さんって相良の親友の何でした、バーのマスターなんじゃないのかなっていう線もちょっと、これはね真面目な考察としてあるなと思って、そこでやっぱりね、これもやっぱ語られていないのは椎茸ですよね。椎茸について語られていないんで、こう確定ができないですけどね。であとあれね、恐ろしいのは本木さんって生駒ちゃんが演じてる葬儀屋のねシーン怖かったね。マスターも怪しいんですよ。そうなんですよ本当に。だからね、アフロディーテが望月っぽい運送屋の若い子っぽく思わしといて、実はマスター日野なんじゃないのかなっていうのは僕の見解というかですね。で生駒ちゃん演じる本木さんね、葬儀屋のシーンでね、教えないって言ってたあれも狂ってる。これがねまだ直接的に相良に絡んでないんですけども、あれだけね横でちょこまかされてるっていうのは、これもねちょっかい組なのか、なんだったら
これは真犯人でも僕はおかしくはないのかなとは思うんですけど、ただ動機の部分がちょっとわからないですよね。そうなると立花一世の、だから高校生の娘と相良の娘さんと付き合っている立花君を狙っているけども、ひかりちゃんに対する恨みの反抗なの、動機としてね、元気がするとしたらなのか、ちょっと動機がつかみづらいですよね。で、猫おばさんはね、これは単純に近所のよく事情通というかね、でサッカーボール蹴り入れたのが黒い影の人を猫は見てるっつって言ってたんですけど、猫おばさんは犯人じゃないと思いますけどね。ただ脳に陰りがあるみたいな変なことを言ってましたけど、この人はなんだろうな、ちょっかい組であるかって感じですかね。で、他に気になるね、刑事ね、やっぱ刑事はいいですね。阿久津何でした、サプライズが好きか嫌いかの話をしてましたけども、あんなの恐怖だっつってましたね。だからなんで脅かされるのに喜ばなくちゃいけないんだみたいなこと言っておりましたけど、阿久津はいい味出してますね。どっちね。あとあれだ、婚約者ね、あれ不動産屋の林と轟健在の娘さんとのお見合いシーンじゃないけど、お父さんの前で大丈夫なのかみたいなシーンがあって、このね、林田なんていうの、美咲優ね、美優さんですか、轟のね、マリナさんを演じる方、これもまたスケベな傷してましたな。これでもこのね、あっちのプロジェクトは大丈夫なのかみたいなことが語られてましたけど、それが何なのかも分かんなくてね。だからここが相良に直接何かやってるとは思えないんですよね。このでちょっかいを出して、例えばローファーを埋めたのが林なのかっつったら、いやでもそれする意味がないですからね。動機が見当たらないんで、この辺もちょっと違うのかなって思いますし、ねえ、だから今のとこほんで人が出てきたでしょ、こう役名もないのに何でした、恵比寿さんに似た人ね、あの人がなんかわかんなくて、あといろんな考察を見ると、こう交差点というか横断歩道で突き飛ばしたのはもしかしたら二宮なんじゃないか、すぐね書きつけてたから二宮なんじゃないかみたいなあれが出てましたけども、それだったらなかなかのね、結局捜査に協力はしているけども二宮の犯行だったのかみたいなことは考えられなくもないよねっていう、相良さんのことが好きすぎてねっていうのはあるのかなって思うんですけども、離婚届にアキラの兄さんなんか離婚届のくだりあったな。何でしたっけね、ありましたね。なので今の時点で一番僕がずっと本当望月が怪しいのかなと思ってたんですけど、5話を見た時点ではちょっ
とね、アフロディーテの下僕がもしかしたらこれ日野なんじゃないのかなって気がしてきちゃったんで、で、ね、立花君が二宮さんと相良さんを交えずにちょっと相談しましょうみたいなことを動き出したのは、もしかしたらそこ日野に何かしら感じているのかなっていう気がしていますし、まあこのドラマのやっぱりね、真犯人フラグの何が面白いかって、振る舞いで一番面白いのは、まあ、なんつっても阿久津ですよね。椎茸発言しかり、面白いので、まあだから物語このね、その椎茸の発言ね、なんでそのキノコ食べると金に乗っ取られるみたいな感覚になるから嫌いだっつってたんですけど、あの発想はなかなかすごいなと思いながら、だからこのドラマもね、そのキノコ的なね、なんていうんですかね、どっかに救う感じのね、犯罪心理というかが方々で芽生えているんで、誰が犯人というか直接の犯人とちょっかい出してて、これから犯行を予備軍ですかみたいなのが周りにいてるので、犯人の特定がね、これなかなかややこしいですが、まあ僕は5話の時点で一番怪しいのは日野なんじゃないのかなと、まあ5話を見た感想はそんなところですかね。もう15分も喋っちゃったんで、YouTube はね、一応ここで終わりますね。なので、ちょっとね、まだまだ話足りない。これはもうね、なんだっけ、YouTuber でね、3人組青い髪の子となんかやってるやつの考察のやつをね、よくというか最近見出して、で週に2回ぐらい上げてるんですよね。これは直前の考察と直後と生放送見ながらのとか3回上げてるのかな。なんでこれちょっとね、僕も真犯人フラグにシフトしていろいろまたね、話してみて、自分で聞いて気づいたことをまた話すみたいなことはちょっとこれはね、ちょっと面白いんで押していきたいと思っております。ぜひ皆さんも見逃し配信と、それからHulu だっけな、こっちは Hulu だね。Hulu 入ってる方は Hulu で、それから YouTube にダイジェストがね毎回上がってるんで、それを見ればなんとなく話は追っかけれるので、ぜひ見れてない方はね、ぜひ本当に見てください。面白いんでご覧になってください。コントしいたけ、やっぱりね、金が救うって、これがねこのドラマのあれなんじゃないかな、根幹というか肝みたいな気がしておりますんで、ぜひね見逃し配信もありますんで、いろいろね、プロビンが今後どうなるかとかは楽しみに追っかけて見ていきたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。